はい、皆さんこんにちは。今日は今あるな矢野特殊さんに来てまして、実はこちらの冷凍バンですね。で、今までトプレックさんのねバンがメインだったんですけど、今回矢野特殊さんで、こちらのね冷凍バンを注文してます。で、理由としてはですね、ここ見ていただくと分かるのですが、以前ね矢野特殊さん取材させていただいた時に見ていただいたと思うんですけど、このもうねギリギリまでね詰めてます。で、今までねトプレックさんの冷凍バンの場合は9970の庫内長だったんですけど、今回、1万25ということで、4センチ5センチぐらいですかね、はい、長くなったと、いうことで、今回ね矢野さんの技術を持ってこういう風にね作成をしてもらってます。で、アルミホイルに関しても日鉄のアルミホイルになってますね。タフブライト装着の、足回りというかね、下回りはドーマフェンダー、ワズマーカー、ワズ調マーカー、タクラサイドガード、燃料タンクこれあれですかね、300、200でしょうかね。はい、日野さんはこのねラインナップになってますけど、今回もシャシ防製塗装の燃料タンクはアルミ製ということで、だいぶねこの辺も降雪してでもいけるようにしてます。で、リアエアサスってなってますね。フロントはリーフサスペンションになってます。フロント部分もね純正のお色のままですね。マニュアル仕様ということで、またこの2階建てのね車になってます。ハードミーでもこちらについてて、矢野さんの場合はこのね磁石式のこれがねついてます。で、今まだ冷凍機ついてませんので、冷凍機のとかねガランとしてます。冷凍機やっぱでっかいですね。サーモキング製の冷凍機がこちらにつくということになっております。すごいエアタンクもね全部防水塗装されてますね。で、こちら後ろはダーケン工具箱で、後ろは可動式のリアテールと、あとはこの埋め込み式のロックバーですね。で、これこうすることによってロックバーのね出っ張りが当たらないように、はい、ゴムより後ろになるんで当たらないようにぶつけたりねしづらいようになってまして、あとはこういったところもしま板にしてるんですけど、これは荷物ねキワキワに積んだ時に傷がついてもね目立ちづらく、そういう加工をしてたりとか、あとはちょっと出してもらって、で、中はこのバックライトをね危険予測じゃないですけど、後ろ向きでジョロ出し引っ張った時にね足滑らしたりとかホームから落ちるのをこう防止する注意喚起のライトついてます。あとはこうねちっこいラッシングついてるんで、具材をね上に入れたりできるし、で、上はこのメソピアシート、吸水シート、結露防止シートですね。結露がね垂れて段ボールに傷めないよう吸水してくれるシートになってます。で、フロント部分もね、はい、前壁もキーストになってます。で、今まだ冷凍機ねつく前ですので、まだねこういう感じですっきりしてます。あと配線とか配管関係、今ね横にね出す仕様になってます。通常ねこっち側に出すんですけど、前壁目いっぱいやってるんで、はい、横からの排出になるということですね。で、床部分も滑り止めついてます。ここ高さが違ったりとかね、はい、ここが低くなってます。こことかね細かいですね。あとエアリブ横方向なんで、こう目いっぱい荷物が積んでもここ隙間をね冷気が流れますよっていう、そういう仕様になってます。で、デュラウッドが黄色ということですね。この辺もデュラウッド全部敷き詰めてますんで、ツルツル板なんでパレットとかねつるっとこう滑らしてくれる、そういうものになってます。はい。で、これ、中敷きり、今ねあそこに立てかけてありますけど、中敷きりする場合はこの上にしないとね、このキーストンの間通ってってしまうんで、冷気が。で、これ、使わない時にやっぱ邪魔ということで、ここにこう引っ掛けられるようになってるということで、逆か。ちょっとこんな感じでね、これいろんなところにこう映せるんで、こんな感じでねできたりするということです。で、あと冷凍機まだこちらもついてないんで、このね仮止めで配管をねできるようにこう仮止めになってます。あとはねこう LED がここにもねついてるので、暗いところでもね作業しやすいというのがありますね。で、このステンレスのラッシングレールになってますので、ここの切り掛け入ってますから、冷気がね循環したり結露とかね汚れが溜まりづらくなってます。手かけれたりね、はい、手かけれるようになってたり、あとはこういったところ保護シール貼ってありますけど、この受けをね保護するためのシールがね貼ってあったりします。で、こういったところもこっちが本物のバンパーです。で、こっちが伸ばしたバンパーなんですけど、このままこれを持ってくるとなんかねちょっとこうテールと被るというのもあって、別体でこうつけて、で滑り止めもリベット止めで
やってますね。でこっちリベット止めちゃいけないんでね、こっちリベット止めして、はい、滑り止めをつけてます。はい、閉めるとね、こんな感じで中側、はい、切り掛け入りのロックバーっていうちょっとね珍しいタイプになってます。あとはね、こういった特殊部材がついてまして、こういったところも内側に当てたりとか、あとはこのロックバーのヒンジ部分でブラーンとしててね、よくガチャンと傷つくと思うんですけど、こういったところも実際パネル1枚多くして、もし万が一ねここぶつかって傷ついてもこのパネルだけ変えれば事足りるよっていう、はい、そういうものにしてます。やはりねこうサンドイッチパネルなんで、どうしてもねここ傷ついたら1枚変えないといけないんでね、膨大なコストになるんで、そういう無駄がないようにこう一部傷つきやすいところはこういった保護をしてるということですね。はい、ということでね、1号車できてまいりました。でこちらのトラックがおそらく20台矢野特殊さんで入りますので、空調ウィングですね、もう50台注文するという風になってますので、今後ね矢野特殊さんの車がね増えていくということでございますので、皆さんねまた気にしてみておいていただければありがたいです。それではまた動画撮影しますので、ご視聴いただければありがたいです。失礼します。